さて本日は目の前にあるのは最新のスタッドレスタイヤ東洋オブザーブギズ3なんですが、今日紹介したいのはタイヤに塗る特殊なコーティング剤って言ったらちょっと待ってくださいよ。動画消さないでくださいよ。これやばいですから、ほんとマジやばい。それ塗ったらタイヤが静かになる、乗り心地が良くなる、ハンドリングが良くなる、タイヤの寿命も伸びて燃費も良くなっちゃうっていう、そんなものあるのかっていうコーティング剤のご紹介です。いや、そんなんなんだろう、メーカーやってんじゃんって話になるじゃないですか。いや、メーカーも欲しがるような技術らしいんですよ。らしいの。僕もまだ使ってないし乗ってないからわかんないんですけれども、しかもなんと世界で15カ国、アメリカとかヨーロッパとか、各地で特許をもう取得済みだということなんですよ。だからガチです。やばいやつが来た。サービスはもうすでに始まってるんですけど、まだ全然その有名になってないし、今後いろんなとこに営業をかけていくっていうことだから、まだ全然ね、知らない人が多いコーティング剤なはずです。だからもしかしたらよ、世界が何かこう変わる、タイヤの世界が変わっちゃうような出来事に僕は立ち会ってるのかもしれない。これサンプルでいただきましたけれども、ほら、タイヤの中が真っ白でしょ。これが要は特殊なコーティング剤らしいんですよ。触ってみてもあんまりよくわからない、なんか樹脂っぽい感じのコーティング剤だなっていう感じですね。これ詳しく説明すると、このコーティングを塗るとタイヤが発生する低周波振動を 40% も抑えることができると。車内外でのその騒音を大幅に減らすと。で、特に高速道路での荒い路面走行する際にはその静かさを実感できるらしいんですよ。確かに人間低音が一番疲れるんですよ。ボーって言ってる音、あれ圧迫感あるじゃないですか。で、そのボーっていう音に合わせて声のボリュームも、車内で流してる音楽とかテレビのボリュームも上がったら、それでずっとうるさい音にさらされてるわけですよ。あれマジで疲れる。で、それが 40% ってのはほぼ半分だから、半分になったらめっちゃ静かになるってことじゃないですか。だからそれはちょっとすげえよなって思うんですけど、後で試しましょう。で、説明続けると、次、乗り心地が向上するらしくて、コーティングによってタイヤの接地感が向上、路面の振動をしっかりと吸収、滑らかで安定感のある走行が可能ですと。街中での段差、マンホール上を通過する際も振動がほとんど気にならなくなります。ほんまかいな。マジで言ってんのみたいな。もう喋ってるだけでどんどん楽しみになって早く乗りたくなりますね。乗り心地っていうのは、なんだろうね。タイヤのその接地圧の圧力分散に関わる部分があると思うんですよ、僕は。だからこの接地してる部分の圧力がちゃんと均等なら、均等にその衝撃を分散してくれるけど、例えば、このタイヤもなんかこの辺減ってるけど、こことかここだけが圧力強いとバーンとね、こう衝撃が来るわけじゃないですか。鋭い衝撃が。だから乗り心地悪いなとか、タイヤ全体が硬くてこの辺だけしか設置してなかったら、それでもバーンと鋭い衝撃が来るかもしれないしとかね。だからタイヤ全体がサイドも含めトレッド面も含めちゃんと連携した動きができてれば、いいタイヤっていうのは乗り心地はいいと思うんですよ。次がハンドリングも改善するらしいんですけど、レーンチェンジ、カーブでの安定性を高め、コントロール性を向上させます。高速走行中でも車の反応がより正確でスムーズになるため、安心して運転を楽しむことができると。これもなんですけど、そのハンドリングって結局、例えば接地圧力が例えばこっちとかが強いタイヤだと、コーナリング時ですね。やっぱりここにグッと乗っちゃう。で、やっぱりロールする。だからこそやっぱり
サイドに圧力がかかったとしてもちゃんとより面もしっかりと粘って仕事ができる。だからここまでちゃんとタイヤを使えるタイヤだからこそハンドリングっていうのはいいくなると思うんですよ、タイヤってね。でそれがやっぱりここだけに集中しちゃうとここに圧力がグッてかかるまでのタイムラグとかここしか使ってないからやっぱりこう路面にねハンドルの動きを伝える面積が狭いからハンドルの切る量が増えるとかそういうことがあると思うんですけど、それが僕にとってのハンドリングですよ。で、この白いの塗ったらハンドリングが向上するっていうんですよ。ほんまかいなと、本当かよみたいな感じですけども、楽しみですね。燃費も向上と、これタイヤの転がり抵抗が減ることで、燃費効率が向上し長距離運転でもコストを抑えることができますっていうことらしいんですよ。どうなんだろう。燃費はねちょっとねなかなかしっかり調査するの難しいですからね。タイヤの寿命も向上。これはコーティングによってタイヤの表面温度が下がり長期にわたって安全かつ快適な走行が可能ですと。マジで言ってんのか。表面温度ですか。言ってんだからそうじゃなかったら詐欺になるんで本当なんだと思います。はい。そういった理由でこの魔法のようなコーティング剤を塗るとタイヤが革命的な進化を遂げるということみたいなんですよ。以上のように夢のような技術を持った株式会社アコースティックイノベーションズさんが、今回施工前と施工後のオブザーブ技術32セット提供してくれました。スタッドレスタイヤってブロックパターンがあるんでゴーっていう低音が出ると思うので、低音が 40% だから半分になるっちゅうなら結構体感として体感できるし、映像としてもそれを捉えれるんじゃないかなというふうに思います。で施工の申し込みはですね小タイヤさんのホームページから依頼できるみたいです。で来店もしくはタイヤをお送りいただくと施工してもらえるみたいなんで、例えば通販でタイヤ楽天とかで買ったらその送り先を小タイヤさんのそのホームページの送り先の住所に送ればいいのかな。そしたら施工してお家に届くと。で今キャンペーン中だからその施工後のタイヤは無料で送料無料で届くみたいですね。これ重要なんですけど、現在施工を行っているのは東京のみと。で全国各地で認定施工店になってくれるお店を募集中ということですよ。すごくない？この技術。もしかしてやりたいって手を挙げたらできるわけですよ。めっちゃすごいコーティング剤だからこれ多分まだ乗ってないからだけどめっちゃ儲かるチャンスかもしれないですよ。これすごい話なのかもしれない。ちょっと僕は忙しすぎてなかなかそこまで手が出せないんですけど、で目指すところはその車とか車メーカーとか行政とかでこのコーティングを採用してもらえることを目指しているということですよ。だからパトカーとか消防車とか救急車とかあと車タイヤメーカーそういったところに営業今後かけていくんでしょうね。ガチです、ガチ。やばいやつですよ。で、今日は乗り心地いい音、あとハンドリング、転がり抵抗はどうでしょうね。一応コロコロテストやるけど、その辺は夏タイヤのテストになぞってちゃんと比較するってことですね。で、あとハンドリングはね、もうちょっとテストコースでも借りないとやりようがないので、ちょっとそこは感覚で高速道路でも僕は走ってみて、そこはもう感覚テストさせていただきたいと思います。っていうことです。楽しみでしょ？これで施工済みなんですけど、まだ乗ってないから新品の刻印もあるしラベルもついたままですよ。ということでまずね施工前何もしてないやつを乗ってまずそのデータ取り音とか静粛性乗り心地ハンドリングのデータ取りをしに行きます。でそっからついにこれに変えていくとやっていきます。これまた時間かかるぞ。いきます。さあ
DBCR コーティングのタイヤに変えてきたんですけど、僕はもうこのタイミングで喋るつもりなかったんですよ。もうデータ収集して、で最後どうだったかっていうことを言おうかなと思ってたんですけど、ちょっとねこれねマジやべえ、マジでやばい。こんなんで変わんのって思ったけど、申し訳ないけどそんなわけねえべと思ってたんですよ。なんか塗ったくるだけでそんな音なんて変わるわけねえべやとかって思ってたんですよ。したらもうめっちゃやばいねこれ。マジか、これはね、これビビるね。これマジかって感じですよ。これ変えたらびっくりするぐらい変わっちゃった。今これ喋るためにマイクつけちゃってるから、ちょっとこの聞こえる音とかは参考にしないでほしいんですけど、めっちゃ静かになったし、なんかタイヤがずいぶんシャキッとしたなっていう感じがする。こんなことあんの？マジこれやばくね？このコーティングこれやばいだろこれ。こんな変わる？おーすごっ。これハンドリングがさ、なんで変わんのこれ。気持ち悪いんだけど、ハンドリングなんで変わんのこんなに。ハンドルのステアリングの応答性が変わった。マジこれやばくね？これさ、新しいタイヤの開発いらないじゃんこれ。いやまあ次のモデルとかぐらいだったら別にもう開発とりあえずしなくていいや、これ塗ったくてまあ塗ってること分かんないように中に黒塗ってして新作ですとかって出したら、誰に乗らしてもうわ新作やっぱいいですねみたいな感じになっちゃうじゃんこれ。なんか路面の細かい凹凸も拾わなくなったような気するし、何よりね、なんか綺麗な道でスーって走る感じが明らかに変わって、やっぱこう段差越えた時にこう音に変換されてくるものっていうのは多分衝撃が減ってる分それも減って、で静かな綺麗な路面はなおのこと静かになって、ちょっとこうざらついた路面はまあ確かに低音はするんだけど、その低音の中でもこうゴーっていううるさい音、確かに路面が荒れてるところを走ってるなっていうのはもちろん完全に消えるわけじゃないから伝わってくるんだけど、一番人間がこう不快に感じる周波数帯っていうか、こう低音のゴーってこう車内に響き渡るような感じの音が減った。データ収集していきましょうか。これやば。さあそれでは転がり抵抗テストに戻ってまいりました。 DBCR コーティング1回目いきます。スタート。さっきは 0.27 でしたか、28だったかな。0.27 同じですね。転がり抵抗テスト2回目スタート。0.26 残念。じゃあ転がり抵抗テスト3回目ラストですね。スタート。さっきの最高記録が28メートル、29メートルいけばいいよな。頑張れ。24、25、やばい消えた。26、
27ですね。あんまり転がり抵抗テストでは違い出てないかな。ちょっとですね、なぜタイヤが良くなったのかっていうのは僕説明できないので、本人に聞いてみましょう。撮影してることは言ってません。けど電話します。これガチです。いきます。はい、様です。お疲れ様です。長谷川です。お世話になります。ちょっと質問がはい。いくつかありまして、大丈夫ですよ。はいはい。結果としては良かったんですよね。乗ってみてびっくりしたっていうか、なんじゃこれみたいな感じだったんですよ。すげえ変わったなって。でも、その理由がちょっと僕聞きたかったので、結構難しいですよね。なぜその良くなったかっていうのをちょっと聞きたくて、いくつかちょっと質問させていただいていいですよ。はいはい。まずすごく静かになったって感じなんですけど、はいはい。これっていうのは、やっぱりその、コーティングをして何かが起きたからっていうことなんですか？そうですね。コーティングをして、一番変わるのは、接地面がまずすごく安定するんですよね。タイヤってずっとこう回っているじゃないですか。実はそのタイヤって長さがだいたいいわゆるこう円周ってだいたい2メートルぐらいなんですけど。そうなんですか。はい。いわゆるその長さで常にこう、衝撃を受けてるので、はい。ずっと振動し続けてるんですけれども、はい。そうなるとある特定の周波数域でギターの弦をこう弾くみたいな感じで、はい。ずっとこう鳴ってる音があるんですよね。はいはい。で、いわゆるそこを弾く力っていうのが、いわゆる地面とタイヤがぶつかる瞬間にパンと弾かれてる感じで、はい。地面とぶつかる瞬間の衝撃を、一瞬それと硬くすること、瞬間的にそれだけ硬くなるんですけど、はい。弾く力を弱くしちゃうんですよね。ダイラ端子って言って、はい。強い力を加えると瞬間的に固体になるんですよ。塗料はですか？そうですね。はい。すごい薄いコーティングなんですけど、はい。急激な変形が加わった瞬間だけ、はい。その後ろからぐっとこうその変形を押さえつけるような形になって、はい。いわゆるその変形による衝撃波っていうか、そういったものを緩和するようになるんですね。なるほど。ただずっと硬いとタイヤって乗り心地悪くなるじゃないですか。そうですね。はい。地面と接していないような時には、はい。柔らかくなるようなそういう作りになっているんです
すごいですね。いくつかこの質問がある中で、はい。はい。実際今聞いたお話だと、まず静かになったっていうのはそれっていうことで、スーッと走る感覚になったとか、衝撃から来る音が減ったとか、タイヤ全体がシャキッとした感覚っていうのは、はいそれによるものだということっていうそうでことですすね。ね。やっぱり地面とタイヤがぶつかるときに衝撃が起きて、タイヤってうなりっていうか、はい。そういう常に振動するその波が始まるんですけれども、はい。その波自体が小さくなってる感じですね。ですから、本当だったらタイヤってこうぶつかってその地面と同じこう形になって、はい。それからまたこう戻って周りに戻るみたいな。はい。実際走ってる時はこうもっと波打ってるんですよね。いわゆるこうずっと振動がこう循環してるので、はい。だからその振動というかその循環してる波が小さいので、純粋にタイヤが理想的な形になる、状態になるんですよね。運転中のタイヤの形状をより理想的な形にするっていうのが、コンセプトでしょうかね。ハンドルのレスポンスも向上したんですよね。パッて乗った時にハンドルクッて切ると、もともとオブザーブギズ3ってそんなに悪いタイヤではなかったんですけれども、それが悪く聞こえちゃうかもしれないけど、ボワンとしたイメージだったものが、もっとこう、シャキッとしたっていうか、ハンドルを切った時のそのレスポンスが、やっぱり速くなったんですよね。それはなんでなんですか？それはやっぱり、さっきの説明の中にある感じ。そうですね。接地面が安定するっていうことは、いわゆる車のコントロールが地面にすぐ伝わるっていうことなんで、その接地面が安定することによってコントロールもいわゆる車から地面に伝わりやすくなるので、そこは速くなりますね。なるほど。すごいレスポンス良くなったなって感じが僕は感じ取りました。高速道路とか走っていると、結構カーブとかでもあんまり横に振られないので、地面にくっついたみたいだっていう、張り付いたみたいでしたとかいう人はいます。確かにロールする感じがだいぶ軽減されたのかなっていう感じはありましたね。新しいタイヤなので、最近流行りの接地圧と圧力分散とサイドのしなやかさっていうところが結構国産メーカーさんのテーマだと思うんですけど、その辺がもっとより素晴らしくなった感じがしました。僕乗ってみて。接地面が安定するっていうことはすごいタイヤの会社にとってはテーマで、やっぱりはがき1枚ぐらいのところにいわゆる荷重がほぼかかってるわけじゃないですか。そうですね。そこのはがき1枚をどう、いわゆる安定させるかコントロールするかっていうことなんですけど、空気圧を上げたり空気圧を下げたり、中には貼るワイヤーの張りを強くしたりとか、いろいろあるんですけど、どうやってもやっぱりトレードオフそうですよね。があるんですよね。でもうちのそのコーティングは、いわゆる柔らかくなるときには柔らかくて、硬くなってほしいときには硬くなる感じで、なのでそういうトレードオフなくタイヤの性能をちょうどよくできるっていう最強ですね。結果その動画としては転がり抵抗テストはちょっとうまくいかなかったんですよ。残念ながら結果としては同じようなぐらいな感じにしかなんなくて、それはもしかしたら外気温がどんどん下がっていったので、気温が確か5、6度あったところから最後 0.5 度ぐらいまで下がったんですよ。そうなんですね。で、外気温のせいかもしんないな。結果が伴わなかったのは、5度ぐらい変わると多分空気圧で 0.5 とかもしかしたら変化があるかもしれないので、全然いいですよ。全部良すぎると良くないので、逆に転がり抵抗は実は確かにおっしゃる通り、温度がねすごく実は影響するんですよね。そうなんですか。で、うちのタイヤっていうのは実は温度がもともと上がりづらくって、で実
実はその転がり抵抗も結構測定したことはあるんですけれども、はい。そのタイヤのメーカーだったりとか大学とかだったりで測定したことあるんですけど、はい。なぜかうちのタイヤの転がり抵抗っていつも比較すると、はい、ちょっとこう良くなかったりするんですよね。100% に対して98ぐらい。うわー、なんかそんな感じです、そんな感じです。そんな感じでした。でなぜかっていうと、いやっぱり温度が上がらないですよ。ああ、だからタイヤの温度が転がり抵抗にすごく影響するんですよ。そう、だからあれだ、タイヤの寿命が伸びるってやつですね。それは。そうなんですよね。だからはいはいタイヤの温度がすごく影響するので、もし同じ温度に、タイヤの温度を上げるぐらいの、なんかこう、なんか最高すれば、はい。多分転がり抵抗は、良くなると思うんですけど、はいはいはい。なんかタイヤの温度が上がりづらいので、はい。多分、そのテストの前にいくらか走ったかもしれないんですけど、はい。その間にタイヤがこう温まってる場合と温まってない場合になると思うんですけど、うちのタイヤはね、ほとんど温まんないですよ。あ、なるほど。それはで、さらに気温が低かったらもっとダメです。そういうことです。同じ距離走っても、いわゆるこう、ノーマルの方が暖かくなっちゃうので。そうですよね。はい、で結果的にはでもしたらその、はい、タイヤの寿命が伸びるっていう表面温度を下げるっていう説明があったと思うんですけど、資料の方に、はいはい、それを証明する形にはなったってことですね。そうですね。はい。なるほど。温度が下がってもあんまり変わらなかったってことがすごいっていうぐらいでしょうか。ああ、なるほど、確かにそうですね。外気温が下がっても、そういうふうに見てもらうといいかもしれませんね。はい。はい。すいません、遅い時間に答えていただきまして。いつでもどうぞ。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、失礼します。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。TBCR コーティングでしたけれども、今回は同じタイヤ、同じホイールにて比較を行いました。で、感じたことがあるとするならば、やっぱり細かい振動が減って、スーッと走る感覚だったりとか、音が、低音が減って静かになったりとか、乗り心地はね、大きな衝撃に関してはそこまででもないんですけど、でもやっぱり細かな振動とかそこまで強くない衝撃とかがしっかり抑えられていて、タイヤが明らかに変わったなと。あとハンドリングがなんでこんなに機敏に動くようになったんだろうっていうところがかなり大きな違いでした。で、株式会社アコースティックイノベーションズさんよりご説明いただきましたけれども、そういったすごい技術があって、その事業を展開していると。タイヤ自体が本当にまるっと変わってしまうようなすごいコーティング剤です。正直言うとちょっと映像でそれを表現あまりうわめっちゃちげえじゃん映像で見てもって表現したかったんだけど、乗ってる本人は全然ちげえってなるけど、映像でそれをうわちげえっていう風には表現できなかったのが若干残念。見ても違いあるんだけど、もっとね劇的にうわ違うねこれみたいな風に表現できればよかったんですけどね。で、今回このキズ3のタイヤ今後ずっと出ますけど、これ株式会社アコースティックイノベーションズさんが提供してくれたものなので、引き続き皆さん感謝して動画を見るようにしてくださいということで、ありがとうございました。